本日はガンダムカンファレンススプリング2026ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ガンダムカンファレンスの進行役を務めさせていただきます。40年以上ガンダムを楽しませていただいておりますラジオパーソナリティの吉田久典です。どうぞよろしくお願いいたします。同じく進行役を務めさせていただきます声優の天木サリーです。どうぞよろしくお願いいたします。 Today's Gundam conference will be hosted by radio personality Hisanori Yoshida and myself, Sally Amaki. Thank you for joining us, and we hope you stay with us until the very end. This stream is being broadcasted worldwide with English subtitles, in addition to the Japanese language presentation you're currently watching. We'll be bringing you the latest Gundam news and updates for fans around the world, so please enjoy! 最後までどうぞよろしくお願いいたします。はい、さて約1年半ぶりの開催となりますガンダムカンファレンススプリング2026ですが、はい、吉田さんは前回の司会をされてたんですよね。そうなんですよ。2024年の12月だったんですけども、これね機動戦士ガンダムジークアクス、はい、こちらの発表があって、あの時はファンの一人として本当に震えたなって思いますが、はい、で大阪・関西万博のガンダムネクストフューチャーパビリオンの話題もありまして、こちらが中心のねカンファレンスだったんですが、いやもうガンダムパビリオンも本当に素晴らしかったですね。1も2もなく大阪まで行ってまいりました。すごい。はい、でもの時の話がですね、これだったかとワクワクしながらテレビシリーズも万博も楽しませていただいたんですが、あれからもう1年以上が経ってるわけですよね。その間にですね待ち続けていた先行のハサウェイの第2章キル系の魔女行きましたね。これもそうなんですね。かっこいいですよ。このハサウェイは本当に素晴らしいって改めて思いましたが、でそしてガンプラもですね45周年を迎えたりとか、あとはガンダムカードゲームや G ジェネエターナルが大盛り上がりしていたりと、本当にとても盛りだくさんでガンダムに満たされていたなって思いますね。素敵です。はい、私は今回司会させていただくのが初めてなんですけど、はい、だから今日は皆さん見てくださっている皆さんと一緒にガンダムのことを勉強したいな、プラスクローゼットにある一番ガンダムっぽい洋服を着てきました。どの辺が？肩が肩が、はい、ちょっと肩のモビルスーツ側なんだ。はい、そうです。たくましさがはいちょっと意識してきました。それは予想つかなかったです。頑張ります。よろしくお願いします。はい、ということでね、ガンダムの好きな、我々みたいなタイプはガンダムを知らない人に教えるのが一番の生きがいだったりもしますからね。はい、分かんないことがあったら何でも聞いてください。ありがとうございます。はい、さあそれでは今回のガンダムカンファレンススプリング2026ではどんな新情報が飛び出すのか、今からとても楽しみです。では進めてまいりましょう。それでは初めに主催者を代表してバンダイナムコグループチーフガンダムオフィサー株式会社バンダイスピリッツ代表取締役社長榊原博よりご挨拶申し上げます。皆さんこんにちは、榊原です。ガンダムカンファレンスのご視聴誠にありがとうございます。本日は2029年のガンダム50周年記念プロジェクトを中心にお話しさせていただきます。ガンダムシリーズは1979年に機動戦士ガンダムがアニメ放送を開始してから計90以上の作品を公開してまいりました。これらの映像作品を中心にガンプラ、ゲーム、アミューズメント、音楽などさまざまな商品サービスを展開させていただき、世界中のファンの皆様に支えられて成長することができました。長年応援してくださる方も、新たにガンダムを知っていただいた方もとても楽しんでいただいていると感じています。熱い声援ありがとうございます。この後発表しますガンダム50周年プロジェクトは、アニメ放送50周年という節目を全世界のガンダムファンの皆様とお祝いし、共にガンダムをその先の未来へとつなげていく企画です。ぜひご期待ください。榊原さんありがとうございました。榊原さんにはこの後もご参加いただきますので、引き続きよろしくお願いいたします。さあ今 CGO のご挨拶の最後にもありましたが、今回のガンダムカンファレンススプリング2026ではガンダム50周年に向けての新たなる発表があるそうですので、とても楽しみです。それではまずはこちらをご覧ください。
あのね惰性で飲んだクラックかなんか心を揺らしてる。争うことにも随分慣れたよ。理由がなくても戦えるそれなりに。絞り出した答えが40になら宇宙の果てだってこのポケットの中。君が落とした価値の行方を今も僕はこれからも僕は追いかけてくんだ。だって僕はずっと君に会いたくて線をなぞってここまで来たんだよ。この先ずっと見たことない未来でも寂しくないよ。泣いたりしないんだよ。エンドロール変わっても席は立たない。あのね寂しさが僕をまた無茶苦茶にすんだろう。何も知らないくせにスリーカーワをつかむ僕の反対の手に映るバイオリンだ天使。僕が心をなくす前からずっと君は一人で空をかけていたんだろう。世界をちょっと傾けた夜でも見上げればいつでも振り返ればいつでも。振り払った不幸が喉に刺さるたびほどける感情と後悔の矢先終わった恋の表と裏分かるまでどうか僕を騙していて。だって僕はずっと君に会いたくて今日も頑張ってここまで来たんだよ。嫌なることばかりでうまく描けない日々も忘れられないくらいに幸せだったね。僕はずっと君に会いたくて線をなぞってここまで来たんだよ。僕は決めたよ一人で決めたんだ。僕が打ち去ってよ僕だけの金字塔。僕は決めたよ一人で決めたんだ。いつか生き絶えるまで救いの手が伸びるまで胸の痛みが取れるまで席を立たない。いかがでしたでしょうか。
どこか懐かしくなるような映像でしたね。懐かしいも何も、はいすみません、昭和50年生まれの男からすると、はいもうまさにブラウン管で初代ガンダム見てて、で16歳の時にフォーミュラ91の舞台挨拶に足を運び、そして、はいつい最近までは水星の魔女とかジークアクスを娘と一緒に見て、去年はガンダムパビリオンに家族で行ってきた人間からすると、あの少年、そして後のお父さんは私です。吉田さんでしたか。これね、やばいすごいものすごいわこの映像。はい、はい、すごいですね。すごいですガンダム50周年、いよいよその足音が近づいてまいりました。はいそれでは皆さん改めまして、ここから50周年プロジェクトについて詳しくお話を聞かせてくださいます。お二人をご紹介しましょう。先ほどに引き続きバンダイナムコグループチーフガンダムオフィサー株式会社バンダイスピリッツ代表取締役社長榊原博さん、そしてもう一方株式会社バンダイナムコフィルムワークス取締役尾形直弘さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こちらいきなりスタートからすごい映像が流れましたが、尾形さん、はいこちらの映像について教えていただけますか。そうですね。エモーショナルな、い本当に僕も51歳なんですけど、はい本当なんか僕のちっちゃい頃からのあれを見てきたのかなって思うぐらい、やっぱりすごくエモーショナルなもので、いよいよ50周年が始まるということで、皆さんと共にやっぱり50周年祝っていきたいっていうことと、これまでガンダムに関わっていただいたスタッフだったりとか、やっぱりファンの皆様と一緒に、これから作っていきたいなっていう思いを込めてこの映像を作りました。いや刺さりますよ本当に。だからあれ1秒ごとに止めて40分ぐらい喋ってから次の1秒いきたいですよね。ですね本当はいで今回この映像を作っていただいたクリエイターの方なんですけど、はいこれね我々世代かなと思うんですが、監督は今回早川つくろうさんという方で、はいまだ20代若干20代というところで、本当に今回のどうやってこれを見てたのかなって思うぐらいにうまく、我々の部分のノスタルジックさを非常に出した映像にしていただいてます。いやもう本当にねディティールが全部伝わってきますよね。そうですね。ねはい、あと楽曲の方もピープルワンさんが非常に金字塔という楽曲なんですけど、非常に素晴らしい曲を、書いていただきまして、ピープルワンさん自体も非常にガンダムお好きでいただいておりまして、非常に早川さんと、綿密に話をしながらこの曲を書いていただいたという形です。本当に50周年に向けたスペシャル映像とはいいうのが本当に伝わってきますし、これスタッフの方もひょっとしたら今までの方とかも参加されてますか？主には早川さんが監督をやってるんですが、もちろん作画のパートとかもサンライズスタジオのクリエイターがみんな結集してこれを作ってますんで、記念映像にふさわしいものになったんじゃないかと思ってます。これはもう手元で何度も繰り返し見ていただけるようにこれからなるわけですかね？そうですね、これもう今日から公開がされますんで、僕ももう途中段階でもずっと繰り返し見たりだったりとか、テンションを上げるときに見たりとか、ジム行くときにこれ見たりとかしてますんで、皆さんもこれを楽しんでいただいて50周年を皆さん迎えていきましょうという形です。そしてこちら映像の最後に出たロゴはガンダム50周年のロゴデザインということでよろしいでしょうか？はい、こちらがガンダム50周年の、メインになるロゴになります。ご覧になっていただける通り、このロゴの中には、RX78 の、ガンダム中心に、コロニーだったりとか、ガンダムの世界観をここに込めて作っていただきました。おそらくねこれ周りにこの地球があってそれぞれのコロニーのある場所にこれが点が打ってあるんだろうなと。そうですね、それをイメージして、作っていただいてます。そしてこのロゴのですね 50th アニバーサリーはもちろんよくわかるんですけど、その下に Your First Starts Here っていう風に書いてあるんですけど、これはどんなメッセージですか？これはもう我々吉田さんと
大体同じはい年代だと思うんですけど、我々にとってはやっぱり初代のガンダムがファーストガンダムだと思うんですけど、はいやっぱり皆さんこれだけ50年間ガンダムたくさんの作品作ってきましたんで、はいいろんな入り口があっていいと思ってます。その人にとってのファーストガンダムは何でもいいって話ですね。そうですね。はい。なのでこれからやっぱりガンダム入っていただく方もいらっしゃると思いますんで、その人にとってのファーストガンダムっていうものが皆さんの中であるっていうことで、Your First Starts Here という言葉にさせていただきました。ちなみに天木さんはガンダムの方は、私のファーストガンダムがここからって言っていいかわかんないんですけど、はい銀玉のガンダム界これはちょっと微妙ですね。ダメですかぜひダメではないダメではないです。あれもはいもちろんサンライズ BNP で作ってますんで、はいダメではないんですけど、はいしっかりとそれをきっかけに、そして今日の映像を入り口にまたはい新しく入っていただいた方がいいと思ってます。吉田さんおすすめいっぱいあるんじゃないですか。ありますよ。もちろんね、初代から見ていただくのもありですけど、最新の G クワックスから見ても、はい逆に今度は初代が味わい深くなるようにできてますから。あ、じゃあもうどのシリーズも別に時系列とか関係があるわけではなく、もちもうろんいくつかは宇宙世紀の順番通り見た方がいいものもありますけど、はいそもそも年号が違うガンダムもいっぱいあるんで、はいどこから見たいかはもうご自分の好みと、出会いのご縁で決めていただいていいんじゃないかなって。そうだったんですね、はい私はてっきりもうエピソード1から全部 G カークスに行くまで見なきゃいけないと思って、ちょっとまだ手をそこまでつけられてなかったんですけど、全然全然大丈夫です。そうなるとハードルがグイーンと、そう本当にマイファーストガンダムちょっとこの後始まるかもです。はい銀ぜひ銀玉とは別に銀玉見たんだったら一回ね、初代ガンダム見た方がいいかもしれないなって、ちなみにそれもテレビシリーズで見るバージョンと、劇場版3部作で見るパターンと、いろいろありますんで、奥が深いんですね。はい、もうこの辺に関しては任せてください。ありがとうございます。言いたいこといっぱいあり心ます強いです。はいありがとうございます。そしてさらに榊原さん、50周年に先駆けて来年2027年にはガンダムにとって大切な日が制定されるとお伺いしたのですが、どうでしょう。はい、1979年の4月7日に初めてアニメ放送を開始したということで、4月7日をガンダムの日と制定いたしました。来年の2027年からファンの皆さんと一緒にガンダムの日をお祝いしていただければと思っています。先日日本記念日協会の方から正式に認定していただきました。ではその模様をご覧いただきましょう。どうぞ。この度はガンダムの日記念日登録誠におめでとうございます。記念日登録証名称ガンダムの日、日付4月7日、上記の記念日を正式登録する2026年5月15日一般社団法人日本記念日協会、おめでとうございます。4月7日がはい。ガンダムの日。すごいオフィシャルの日が作られるってすごいですね。ね、今まで我々からすると365日ガンダムの日だったんですけど、こう友達とかにいろいろと言いやすくなりますよね。4月の7日ガンダムの日なんで、じゃあ今日一晩かけてみんなでシード見よっかみたいなのが言いやすくなるなっていう気がしますね。確かにそうですね。はい、ということでぜひ皆様も覚えておいてください。4月7日はガンダムの日です。さてそれではですね、50周年を迎える2029年に向けて作品展開についてもさまざまな企画が進行中とお伺いしております。さあまずは機動戦士ガンダムシードフリーダムゼロから尾形さんお伺いしたいんですが。はい。まずは、シードフリーダムゼロの方映像を用意してますんで、こちらの方をご覧ください。
はい、前作機動戦士ガンダムシードフリーダムの公開時に制作は発表してたんですが、はい、この度このフリーダムゼロ、劇場作品として公開することが決定いたしました。はい、順調に制作中ですので、続報をお楽しみにしていただければと思います。前回ね20年ありましたからね。そうですね、はい、すごい順調に、はい、なんか繰り返しちゃってますけど、はいはい、順調に作ってますんで、お楽しみにしていただければと思うんですけど、内容は、多分シードフリーダムの公開当時も、福田監督が話されてたと思うんですけど、シードのデスティニーとシードフリーダムをつなぐ物語になってますので、ぜひ期待していただければと思ってます。はい、私デスティニーの中で自爆しているので、この世界線はコズミックイラというですね、世界線なんですけど、コズミックイラにはひとしおの思い入れがありますんで、この間どうつながるのかなっていうのはとても楽しみですね。はい、はい、ぜひ期待していただければと思います。はい、ということで機動戦士ガンダムシードフリーダムゼロ続報が待ち遠しいですね。次はガンダムシリーズ初のハリウッド実写映画について、先日新たにキャストの解禁がありましたが、こちら尾形さんもう少し詳しく聞かせていただけますか？はい、ガンダムの実写映画の方が、ネットフリックスレジェンダリー、そしてバンダイナムコフィルムワークス共同で、制作が開始されました。でこちら、キャストと監督などがもう公開になってるんですよね。はい、そうです。監督の方が、ジム・ミクルさん、代表作ネットフリックスでスイートトゥースと鹿の角がついた少年の話を、監督された方で、主演のキャストの方は、シドニー・スイニーさん、ノア・センティネオさんほか豪華キャストが揃って現在撮影中です。はい、こちら私タイムラインに流れてきたんですけど、情報解禁が嘘だと思いました。はい、嘘ではない。びっくりしました。ガンダムが実写化されるって聞いて、でキャストさんも本当に海外でめちゃくちゃ豪華な方々なので、なんかまさかエイプリルフールじゃないよなと思いながら見てたので、とても個人的にも楽しみです。ありがとうございます。こちら尾形さん、撮影現場にも行ったって聞いたんですけど。はい、そうなんですよ。先日クランクインがありまして、オーストラリアのクイーンズランド州で、撮影が始まっております。オーストラリアなんですね。オーストラリアね、映画産業に対してとても手厚いという国ではあると。はいはい、ここのスタジオで今絶賛撮ってるんですけど、本当になかなかね、ちょっとまだ言えない情報がたくさんあって、詳しくはちょっとお話できないんですけど、ともかくセットが組まれてたんですけど、非常にやっぱり大バジェットのハリウッド映画なんで、非常にセットが素晴らしい。でなかなか中身は言えないんですけど、カメラがめちゃくちゃでかい。こちらにもカメラありますけど、カメラクレーンみたいなカメラなんですよ。もう10人ぐらいでそれを動かしてるぐらい。いいな、なんかもうカメラ界のビグザムみたいなものがそこにあるわけですね。いやもう本当すごいもうラスボスみたいなカメラが出てきてましたけど、やっぱりもう全然なんかそれほど僕も日本の実写だったりとかいろんな現場見てるわけではないですけど、やっぱりさすが違うなとは思ってますので、ここからどういうフィルムになっていくかっていうのをすごく僕個人でも楽しみにしております。きっとね、ハリウッドも本腰を入れてくれてるってことがそこからも伝わってきてますが、今日はですね、その現場から監督ジム・ミックルさんのメッセージが届いているということで、早速ご覧ください。Hello, everyone at Gundam Conference. I am Jim Mickle, the director of the live-action Gundam movie, and it means a lot to be able to say that right behind these doors, we've officially started production on something truly epic. We are here on the Gold Coast of Australia, where we've been designing and building amazing sets featuring some of the most iconic ships and mobile suits from the series, along with some new additions that we're very excited to introduce to you. Our Gundam is a big story. It's about conflict and war, but in the end, it's a very human story. So we are deep in it right now, and we can't wait for you to see what we've been working on. すごくやっぱりジムいい人なんで、もちろんガンダムのこと見てたんですけど、より今回の映画を撮るにあたってもうガンダムの勉強すごいしてもらって、我々も全面的にサポートして作ってますので、いやこれは楽しみですね。改めまして実写映画版のガンダム、どうぞこちらも続報を楽しみにしていてください。
そして尾形さん、ガンダム50周年にふさわしい企画もあるとお伺いしましたが。はい、やっぱりガンダム50周年迎えるにあたってやっぱり我々のファーストガンダムといったら初代ガンダムになるんですけど、こちらの方をより今も皆さん楽しんでいただけてると思うんですけど、ワールドワイドの方々にも楽しんでいただけるように改めてリマスターをしていって、お色直しっていう形にはなるとは思うんですけど、50周年にお披露目できるように今制作を進めていくということになりました。テレビシリーズの第1作目のリマスターということで、いやもう本当にその時小学生だったね、自分からすると、でももうその後も何回も見てるからな今改めていつの時代の自分のことを参照すればいいのか分かんなくなりましたけどさあテレビシリーズ第1作目が、今の現代の環境に合わせたリマスターをされるということで、こちらももちろん楽しみなんですが、去年30周年を迎えたガンダムウィング、こちらも今後どうなるんだろうというのが気になってるんですが。ガンダムウィング、昨年30周年を迎えさせていただきまして、アメリカのサンディエゴコミコンで PV お披露目させていただいて非常に現地も盛り上がったりだったりとか、あと国内でもなんとディナーショーを、行い、非常にいいイベントだったんですけど、そういったやっぱり世界中多くの方々からやっぱりガンダムウィングもっと見たいという、いろんなメッセージいただきましたんで、ここで、ガンダムウィングですね、こちら50周年に向けて新規映像の方のプロジェクトをスタートさせるということを、決定したということも報告させていただきます。新規映像、新規映像っていうのは10秒の映像でも、2時間の映画でも、50話のテレビシリーズでも、全部新規映像ではあるんですけど。そうですね、これまだ媒体とかは言えないんですけど、ちゃんと長いです、ちゃんと長いんで皆さん楽しみにしていただけるんじゃないかなと思ってます。いやもう楽しみですねすでにね。でしかもガンダムウィングに関して言うと本当海外のガンダムファンの方にもものすごく人気ありますもんね。そうですね、特にやっぱり北米では北米の方にとってのファーストガンダムがやっぱりガンダムウィングっていうのが非常に多くのファンがいらっしゃいますんで、やっぱり、特別なものがあると思いますんで、北米の皆さんも、楽しんでいただけるような、内容にしていきたいと思っております。ありがとうございます。楽しみですね。でそして今のこの感じだと今日言えたことは、一部なのかなっていう気が。鋭いですね。ちょっとね時期的なことだったりとかその作品ごとのことがあって今日全部は発表できないんですけど、もちろん50周年まで29年ですからあと3年ありますんで、いろんなこれ以外も新しいガンダムが、今準備されてますんで、皆さんそれも含めてお楽しみにしていただければと思ってます。ぜひ毎日のようにね、情報チェックしていただきたいですね。新しい情報を受け取った時のワクワクを毎日のように味わっていただければというふうに思います。さあそれでは続いて50周年に関連したイベント情報です。ガンダムといえば各周年ごとにさまざまなイベントも展開されてきましたが、50周年という節目の年に向けてイベント展開も予定されているということで、吉田さん詳細お願いします。ちょっと発表させていただけるのがとても嬉しいんですが、まずはですねセレブレーションイベントガンダムコンの実施が決定いたしました。これ今初めて発表させていただいている、情報とのことなんですが、記念すべき第1回目は2027年1月に幕張メッセで実施いたします。でこのガンダムコンはですね日本にとどまらず全世界に向けたイベントとして、順次世界各地での実施を予定しているということなんですが、ではここは榊原 CGO にお伺いしたいと思います。イベントについて教えていただけますか？これまで支えてくださった多くのガンダムファンが一堂に集まって皆さんと一緒にガンダム50周年に向けて楽しむイベントにしたいと思っております。今皆様と一緒にっていうお言葉がありましたけれども、ガンダムコンはですねファンの皆様と共に作るをコンセプトにガンダムシリーズを手掛けるさまざまなクリエイターも参加して作品をより深く楽しめる展示や体験コーナーをはじめファン参加型の大会なども開催を予定しているということなんですが、
はい、そうなんです。これまでプラモデル、カード、ゲームなど各分野で個別で実施していた世界大会を今回同じ場所で開催をする予定になっています。また各作品やタイトルによるブースの展示や体験会などガンダムにまつわるさまざまなイベントを予定しています。作品、音楽、商品を交えた過去最大級の総合ガンダムイベントとして全世界のファンの皆様に向けて順次展開してまいります。ぜひご注目ください。はい、日本で始まるけれども世界にも向けてるわけですよね。そうなんです。でそしてね、マイファーストガンダムは何なんだということになると、プラモデルの方もゲームの方も今だとカードの方もいらっしゃる、その人たち全員が楽しめるようにしていただいてるわけですよね。はい、ということで夏頃には続報が届く予定ということです。絶対にこの情報、改めてチェックさせていただきたいと思います。そして尾形さん、イベントでは富野義行展も計画されているんですね。はい、この度ガンダム50周年の2029年に合わせて、ガンダムの生みの親である、我らが富野義行さんの、クリエイティブの軌跡を振り返る展示会を実施いたします。場所は東京国立博物館、ここで開催を予定しておりますので、ぜひ、ガンダム50周年とともに、富野さんの、クリエイティブを皆さんで見ていただければなと思ってます。はい、ありがとうございます。そしてさらに榊原さん、50周年に向けて新たなビッグプロジェクトも始動するとお伺いしたのですが。はい、新たにガンダムランドマーク構想がスタートいたします。まだ企画段階ですので本日詳細をお伝えできませんが、世界中のファンの方が楽しんでいただけるようなガンダムの新しい施設を日本に作る予定になってます。すごい、ガンダムのランドマークとなる施設が日本にできるということで、これ、なんか海外からもうアニメが大好きで日本に来た私からすると、もし私が今まだ海外に住んでたら日本に来るきっかけが多分これになると思います。でしょうね。ファンとしては、はい。いやもう日本中どこにできても必ず行きますね。楽しみですね。場所は一体どこになるのかでも楽しみですけれども、僕はもう北海道から沖縄までどこでも行きますよ。楽しみにしてます。さあそして50周年に向けてのさまざまな映像企画なんですが、これ見ていただくと本当に盛りだくさんですね。こちらに記載されている他にも50周年関連の施策や企画が予定されているそうですので、各企画の詳細を楽しみに待ちましょう。はい。そしてここからは私と吉田さんでその他の関連情報について一気にご紹介します。まずは3月に発表されたガンダム×ホロライブプロダクションスペシャルコラボレーション。本コラボにて本日は続報がございます。まずはこちらをご確認ください。続報、ガンダム×ホロライブプロダクションスペシャルコラボレーション。情報解禁第1弾のパイロットスーツとミニキャラのデザインが明らかに。さらにそれぞれのコラボエンブレムを初公開。エンブレムをつけたモビルスーツは真の姿に。そしてさらに第2弾コラボタレント発表。コラボメンバー、そして新たなるオリジナルカラーのモビルスーツの公開。徐々に明かされていく新情報。果たして次なる展開は。君は星の涙を見るってどうなっちゃうの、このコラボ。さらなる続報はこの夏に。それでは映像で発表のあった内容を一つずつおさらいしていきましょう。一
1つ目はすでに発表している参加タレントの皆さんとコラボレーションしたさまざまなデザインが初公開されました。まずは第1弾タレントさんのパイロットスーツ姿、とっても可愛らしいミニキャラ、そしてタレントさんごとにデザインされたエンブレム、そのエンブレムがついた最終のモビルスーツデザイン、どれも個性的でかっこいいですね。そうですね。2つ目は驚きの続報ということで、コラボに参加するタレントの皆さんの第2弾の発表がございました。コラボするタレントさんとモビルスーツも決まり、これからの続報にも非常に期待してしまいますね。今回はホロライブイングリッシュからもタレントの方々の参加が決定いたしました。そして第2弾アサインタレントさんのモビルスーツデザインも発表されました。夏頃追加情報が解禁予定ということですので、皆様お楽しみに。さてここで私からイベントコラボ情報をお伝えします。2024年以降、福岡、博多祇園山笠や北海道札幌雪まつりと、各地のお祭りへ出店し、お祭りを楽しみにしている皆様やご当地のガンダムファンの皆様に楽しんでいただける企画を実施してきました。2026年はガンダムお祭りプロジェクトと題して、さらに規模を拡大実施することになりました。郷土で愛されるお祭りにガンダムが出展することで地域の魅力をさらに引き出し、ご当地に愛されるガンダムを目指します。具体的な出展イベントについてはガンダムオフィシャルなどでお伝えしていきますので、続報をお待ちください。続いては実物大ユニコーンガンダム立像に関するお知らせです。2017年9月より8年11ヶ月にわたってお台場で親しまれてきた実物大ユニコーンガンダム立像は2026年8月末をもって展示を終了することになりました。ちょうど私もデビューが2017年9月なので、同期の展示が終わってしまうのはちょっと寂しいんですけれども、8月末のフィナーレに向けて新バージョンのデカール装飾を施した新たな姿でお目見えするそうです。はい。でそれこそね、このガンダム立像のすぐそばで、ついこの間ライブやってましたよね。やってました。よくリリースイベント、やっぱあそこはアイドルの聖地なんですよ。そうなんですよ。はい。非常にね、もうアイドルファンにとっても思い入れの深い、そうなんです。ユニコーンガンダム立像ではあるわけなんですけれども、今年も夏のアイドルイベントとかたくさんありますからね。はい。その間も確実に僕は何度もあそこに足を運ぶんだろうなというふうに改めて思いますが。はい。デカール装飾以外にもフィナーレを盛り上げる施策を検討しております。詳細は順次ガンダムオフィシャルサイト並びにガンダム立像公式サイトにて公開予定ですので、皆様楽しみにお待ちください。さてそれでは続いてのトピックですが、まずはこちらをご覧ください。箱を開けた瞬間からもう夢中でしたね。最初に取扱説明書を見て、ちゃんと部品が揃ってるか確認するんですけど、これって整備の世界でも全く一緒で、この辺がつながってるのかなと思います。出来上がった瞬間よりも組み立ててる時が大好きで、自分で考えながらここを先やってとかっていうのはガンプラと共通する点になるんかなと思ってます。自分がやりたい動きとかポーズになるのかみたいなのを考えながら、その機構部を作るのがすごく楽しくて。昔は勝手に改造して目を光らせるっていうのをやってて、きちんとこう精度よく作んないとうまく組み上がらなかったりしますよね。そういうのを丁寧にやるというところがもうガンプラで鍛えられたんじゃないかと。完成形から想像してものづくりのプロセスを自分で考えれるようになる。頭の中にあるものが現実化できる。世の中にないものを作っていくっていうのが、それが仕事をする時の楽しさにもつながる。そういうところがものづくりの原点なのかな。誰もやったことないような面白い建物に携われたらなと。いや改めてガンプラが社会の役に立っているんだなってことが、伝わってまいりますが、映像でもご覧いただいたように、ガンプラは持続可能なものづくりを目指して文化と環境の両方の側面からさまざまなアプローチを進めています。文化面としては、ものづくりをより身近に感じてもらいたい、より多くの人に体験してもらいたいという考えから、ガンプラアカデミアや
バンダイホビーセンター PD2 ミュージアムなどものづくりを体験できる機会の提供を推進しています。環境面では2021年4月からガンプラリサイクルプロジェクトを開始し、ファンの皆様のご協力により累計でおよそ174トンのガンプラを回収、エコプラなどさまざまなリサイクルにチャレンジし、ガンプラアカデミアなどでも活用してきました。そしてこの度皆様から回収したランナーを含む原料が SGS グリーンマーク認証を取得いたしました。SGS グリーンマークとは製品の環境配慮や安全性を証明する認証マークとなります。こうやってさまざまな取り組みによってエコプラが進化していってるんですね。そうですね。こちらのように通常のプラスチック原料に回収ランナーを 10% 配合して再着色した多色エコプラも登場するとのことで、ファンの皆様のご協力のもと新たなガンプラの未来を共に作ってまいります。ぜひ引き続きのご協力をよろしくお願いいたします。最後に商品関連情報です。昨年配信を開始した SD ガンダム G ジェネレーションエターナルですが、今年4月に1周年を迎え全世界800万ダウンロードを突破いたしました。皆様に変わらず楽しんでいただけるように今後もステージやユニットのアップデートをしていきますので、どうぞお楽しみに。そして同じく去年正式発売を開始したガンダムカードゲームです。今年7月にリリース1周年を迎えるガンダムカードゲームは全世界累計枚数 6.3 億枚を突破し、全世界で人気のトレーディングカードゲームとなっています。初心者が参加できる交流会から世界一を決める大会まで幅広いユーザーに楽しまれています。そして先ほど発表があった2027年1月開催予定のガンダムコンでガンダムカードゲームの大会が実施されることが決定いたしました。すごい、早速参戦タイトルが発表されるとは、今後も各アイテムやガンダムコンの情報から目が離せませんね。はい、というわけでここまで一気にその他の関連情報をお届けしてまいりましたが、皆様いかがでしたでしょうか。本当に盛りだくさんの内容でしたね。ガンダムカンファレンススプリング2026、今回も様々な新発表が飛び出しましたが、そろそろお時間が迫ってまいりましたので、最後に50周年に向けてお二人から一言ずつ頂戴したいと思います。ではまずは榊原さん、お願いします。はい、昨年は大阪・関西万博で多くの方にガンダムを知っていただくことができました。今後も国内をはじめ世界の皆様とつながる機会を作っていきたいと考えています。50周年プロジェクトもファンの皆様と一緒に楽しみたいと思います。引き続き熱い応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。では続いて尾形さん、お願いします。はい、昨年は本当に、ジークアクス万博、そして千個のハサウェイと非常に楽しんでいただけたかなと思ってます。で、2029年いよいよ50周年というところなんですけど、まだまだね、なんか先の話に思えるようですが、もうすぐ来ちゃうと思いますんで、先ほど榊原さんの方からもあった通り、今回の50周年に関しましては、特にやっぱり皆さん、ファンの皆様が、と一緒に作っていければと、我々も思ってますので、ぜひこの50周年の、お祭りに参加していただいて、皆さんで、素晴らしい50周年にできればと思っておりますので、ぜひ今後もガンダムをよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。いや、ガンダム50周年、本当に今日のお話を聞いて実感が湧いてきましたが、もう改めてガンダムチームの皆さん全力だってことですね。はい、大変だと思いますけど頑張りますんで、はい、いやでもこちらはその分楽しみがとても増えましたので、はい、50周年をですね一緒にワクワクしながら迎えさせていただきたいと思います。ということで榊原さん、尾形さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。なお次回のガンダムカンファレンスは冬頃を予定しています。以上でガンダムカンファレンススプリング2026を終了とさせていただきます。 The next Gundam conference will take place around the winter, and that is it for this time's Gundam Conference Spring 2026. では次回のガンダムカンファレンスでまたお会いしましょう。さようなら。 See you at the next Gundam conference. Goodbye.